ァティマ第3の予言。これは今から100年前、ポルトガルの小さな町ファティマで7万人の群衆が目にしたローマ法王朝も認めた偉大な奇跡の実話である。私の生涯をここに記す。そう、あれは10歳の頃だった。1917年5月3日、私ルシア・ド・スタントスはいとこの9歳になる兄フランシスコと7歳になる妹ジャシンタと羊飼いをしていた。あれは何？それは突如として私たち3人の前に現れた。明らかに普通の人とは違う佇まいに見入られ、私たち3人の時は止まったかのようだった。あなた様はどなたですか？怖がる必要はありません。私は天国から参りました。敬虔なカトリック教徒であるルシア、フランシスコ、ジャシンタ。あなたたちに大事な話があります。私たち3人は天国から来たマリア様のお言葉を人々に伝える使命を授かり、10月までの計6回、毎月13日にここで会うことを約束しました。私たちが住むファティマは人口250人の小さな町で、この不意に起きた奇跡はあっという間に町中に知れ渡りました。突然のマリア様の存在に人々は畏怖し歓喜しました。しかしマリア様は私たちにしか見えなかったため、疑念を抱く人が多かったのも事実です。私たちはそんな混乱の中、人々の妨害に遭いながらも、毎月13日、マリア様に会いに約束の場所へ行きました。そして7月13日、初めてマリア様とお会いしてから3度目の約束の日。私たちは世界を揺るがす3つのメッセージを託されました。1つ目は、地獄は存在している。多くの人々の生活は罪を犯しているか、あるいはその傾向にあり、死後地獄へ導かれている。肉欲や傲慢などの罪を改心しないままでいると、人は永遠の地獄にとらわれ、外に出ることは二度と叶わない。2つ目は、世界大戦の終焉と勃発。今世界で起きている大戦、つまり第一次世界大戦は間もなく終結する。しかし人々が罪を悔い改めないならば、さらに大きな戦争が起きること。その前兆としてヨーロッパに不気味な光が見えるだろう。そして3つ目。これは1960年になったら明かすように。それまでは秘密にしておくようにと厳しく伝えられました。8月13日、いつものように約束の場所へ行こうとする私たちの前に、行政の者が来て、私たちを監禁したのです。皆を惑わしているのはお前たちか。惑わしてなんかいない！俺たちはマリア様からの言葉を人々に伝えているだけだ！うるせえ！私たち3人はマリア様が教えてくださった地獄のこと、戦争のこと、そして改心すれば魂が天国へ行けることを人々に伝えました。しかしマリア様の話は大人たちにとってあまりに大きな話になっていたようでした。私たちは2日後に解放されましたが、4度目にしてマリア様との約束を破ってしまいました。同月19日、予告なしにマリア様が現れました。もし子供たちを監禁しなかったのならば、奇跡はもっと壮大なものになっていたでしょう。そう言って、マリア様は消えてしまいました。マリア様出現の話はヨーロッパ全土にまで及び、様々な意見が当時の紙面を賑わせました。9月13日、ファティマの小さな町にはマリア様を拝もうと
約3万人もの人が駆けつけましたが、マリア様が現れることはありませんでした。そして約束の10月13日、再びマリア様は私たちの前に姿を現しました。その日は雨が降っていたにもかかわらず、噂を聞きつけた7万人の群衆が集まり、奇跡を目の当たりにします。暗雲の切れ間から不透明で回転する太陽が現れ、色とりどりの光を放ち、辺り一面を照らしました。そして突如太陽は地上に向かって突進し、猛スピードでジグザグに動き、元の位置に戻ったのです。わけがわからぬまま、太陽から発せられた猛烈な熱で、雨に濡れていた洋服も、ぬかるんでいた地面も、気づいたら乾いていました。マリア様、何をお望みでございますか？人々は、これ以上キリストに背いてはなりません。あなたたちは、あまりにも主に背きすぎています。そう言ってマリア様は、東の空高くへ姿を消しました。この奇跡を7万人が目撃し、ついにはローマ法王朝が奇跡として正式に認定したのです。1960年まで秘密にするように伝えられた第3の予言は、法王朝により厳重に秘匿されました。しかし、1960年になっても予言は公開されることはありませんでした。それは第3の予言を読んだ法王パウロ6世が内容の重大さにショックを受け卒倒し、これは人の目に絶対に触れさせてはならないと発表を差し止めたのです。1981年にはカトリック修道士によりアイルランド航空164便がハイジャックされ、第3の予言を公開するように要求する事件も起きましたが、それでも公開されることはありませんでした。このような経緯を経て、2000年、ついにローマ法王朝は正式に第3の予言を発表。その内容とは、1981年5月13日に起きた法王暗殺未遂事件であったと公表しました。しかし世間は、これを信じていない。2005年2月13日、97歳でルシアは心不全によりこの世を去った。マリア様との約束通り、主とマリア様の御心を広めるため、カトリックの修道女となり、使命を全うすることに生涯を捧げた。彼女の口から第三の予言は語られることはなく、真実はまだ謎に包まれたままである。